どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ついに来ました。チャーム福袋2023。待望の福袋ということで、ここ数日そわそわしていた方も多いのではないでしょうか。そんな福袋ですが、今年も去年同様、事前告知なしのサイレント開催となりました。自分が気づいたのは、12月26日15時頃だったので、それよりもちょっと前から開催されてたようです。前回の予想動画で言っていた告知なし開催&開催日が見事的中した形になりました。開催日に関しては12月26日から1月1日というアバウトな予想だったんで当たって当然なんですが、何時頃から始まっていたかはわかりませんが、前年の夕方開催よりも早めということや、クリスマスが終わって翌日に開催されたことからアクセス集中を徹底的に分散させようという意図が見えますね。ただ、分散させたにもかかわらず、閲覧できていたページが徐々に重くなり、カゴに入れたものが反映されなかったりと、いつものように挙動がおかしいことに。これはやばいと思って反映されてないものはとりあえずしょうがないと割り切って決済画面まで移り、なんとか注文確定ボタンを押したんですが、無情にも一時的なエラーが発生しましたというメッセージとともに購入できなくなりました。最終的にメンテナンス中に変わり、その数分後にサイトが閲覧できるようにはなったんですが、また通信エラーが発生し、ログインも不可能に。もう毎年恒例になりすぎて若干諦めてはいるんですが、意表を月につきまくった結果サバ落ちし、買える寸出のところでエラーとか、なんとも言えない気持ちになりましたね。店員さん方が大変頑張られているのはわかるんですが、ぜひ来年こそはサーバーの強化をよろしくお願いします。原稿を書いている現在もまだログインができず、何一つ購入できてないんですが、果たして自分はお目当ての商品が買えるのでしょうか。というわけで今回は、前回動画で行った中身予想の答え合わせをしつつ、今年の福袋がどうだったのか振り返ってみましょう。ちなみに、福袋の中身の評価に関しては、完全に自分の独断と偏見になっていますのでご了承ください。また、もしかすると追加があるのかもしれないことも念頭に置いていただけると幸いです。それでは早速生態部門から見ていきます。今回は淡水生態はエビも入れると24種類でした。その中でも予想していたインペリアルゼブラプレコ、コリドラスピグミー、レッドビーシュリンプが的中。ただ、他にも予想していた花火が花火とエリスロミクロンのハイブリッドになっていたのは驚きました。そして過去に出ていた生態としては、コイベタ、オトシンネグロ、ボララスブリジッタエ、クラウンローチ、コリドラスピグミーなどがおり、価格変動に関しては、コイベタオス、オトシンネグロが値下げされ、コイベタメス、ブリジッタエ、クラウンローチ、コリドラスピグミーが値上がりとなっています。正直価格の上下はそこまで大したことありませんでしたが、コリドラスピグミーに関しては10匹1000円が1500円と 1.5 倍になっていたのが印象的です。また、ヤマトと石巻貝のコケ取りコンビがなかったのも驚きましたね。大体の年に出ていたので、まさか出ないとは思ってなかったです。というわけで、淡水生態に関しては予想もまあまあ的中してるし、ラインナップもまあまあで、可もなく不可もなくといった感じでした。個人的には花火とエリスロミクロンのハイブリッドが5匹2000円、コリドラスハブロースが12匹2500円、トゥッカーのテトラが5匹900円だったのが良かったなと思います。ラインナップにアピストグラマがいたのも評価したいところですね。続いて水草部門。ラインナップは熱帯植物も入れると19種類でした。ここの予想に関しては惨敗です。リシアが出ることは予想していましたが、カップではありませんでしたし、組織培養に関してもふわっとした予想だったので、当てたかと言われれば微妙なところ。そして、ほぼほぼ皆勤賞のモスボール3種セットもなかったということで、自分の予想が大きく外れた年となりました。ただ、内容に関しては個人的にはすごく良かったと思います。まさしく福袋というような内容で自分はワクワクしました。
おまかせ水草セットが19個中11個と、何が出るかが楽しみな商品がいっぱいです。特にブセファランドラ3種3500円、水草詰め合わせ10種1500円なんかは良かったですね。価格も高額ではなく、いろんな水草にチャレンジしたいとか、ブセデビューしてみたいとかいう人にはうってつけだったと思います。それ以外の陰性水草、オリジナルポット、組織培養セットなどもお得感があって、欲しい人は結構いるのではないでしょうか。というわけで、水草部門に関しては例年よりも素晴らしいラインナップで、福袋と呼ぶにふさわしいお得でワクワクする内容でした。続いて気になるアクアリウム用品部門。今回は全体的にボリュームダウンし16種類でした。予想内容に関してはメーカーは外したけど割かし当たってましたね。まず定番のエーハイムクラシックフィルター2213は価格もドンピシャでした。テトラバリュー X パワーフィルター VX75 に関しても当たりましたが、7000円を切るくらいと予想していたところが5980円ということで若干安かったです。水槽台は60センチ用というのは当たってましたが、日装と予想していたところジェックスだったので的中ならず。ヒーターもジェックスかエバリスだと思っていたんですが、日装で外れ。そして照明はどこからも出ておらず、代わりに上部フィルターがいくつか出ていました。pH メーターは前年と全く一緒の価格帯で、エーハイム2213とテトラ VX75 は1000円値下げされていたので、全体的に見ると去年よりは良かったんじゃないかと思います。ただ、期待していたほどの数もありませんでしたし、福袋にしてはといったところです。まあ、ここに関しては現在の物価高を考えると頑張っていると思いますし、転売問題もあり、種類を削って値段を下げたのは英断だったんじゃないでしょうか。おそらくこれからのチャーム福袋はアクアリウム用品に関しては現状維持か縮小傾向になる気がします。続いてアクロシリーズ部門。ここに関しては予想をほぼほぼ当てることができました。ラインナップ、価格ともにぴったりで一人でドヤ顔しちゃいましたね。今年は去年同様、通常のトライアングルシリーズとプロシリーズが発売。ただ、その中にグローだけでなくブライトも出ていたのが驚きでした。価格に関してはトライアングルシリーズ、プロシリーズともに去年と同じか少しの値上がりということでバッチリ予想的中。正直値上がりといっても数十円から数百円単位なんで、去年同様欲しい人には嬉しい内容だったのではないでしょうか。水槽がなかったのは残念でしたが、おおむね例年通りといったところ。予想通りビビットは出なかったものの、例年と変わらない価格に抑えてくれたところは素晴らしい。続いてレイアウト素材部門。今回のラインナップは石と流木合わせて10種類でした。その中でも流木は2種類のみとだいぶ少なくはありましたが、個人的には例年より良かったと思います。まず流木に関しては予想が全部外れて、ホーンウッドとルーツウッド5本セットがどちらも1980円で出ていました。ここに関しては種類は少ないものの、通常1本1000円から2000円するサイズの塊状と枝状の流木が1本あたり400円で売られていたのは素晴らしいです。数は2種類と超少なかったですが、逆に考えると無駄がないラインナップだったと言えます。去年のような一点物の高額流木をガチャ形式で売るより、複数入っているものを格安で売る方が消費者が期待している福袋に近いと思います。そして注目のレイアウト石ですが、ここは個人的に一番素晴らしいと思いました。まず例年通り風山石 10kg が西暦の2023円で売られており、定番の陽化石も 10kg1980 円でした。この2つはバッチリ予想が的中しましたね。そして去年は 5kg で1980円だった牧化石が 10kg で1980円になっており、
おまけに白龍石、基板石も 10kg で1980円とマジで大盤振る舞いです。他には赤鉱石など珍しい石が 5kg で1500円から1980円とどれも去年に比べ大幅パワーアップしていました。ただ押村区は黒溶岩石 10kg がなかったことですね。溶岩石は万能なので欲しい人も多かったと思います。あと余談ですが、風山石以外の 10kg の石はどれもお一人様2点まで買えたのも良かったです。まあ買えるかどうかは別ですけど。というわけで総評です。今年のチャーム福袋は水草とレイアウト素材が厚かった。他は例年並みといった感じ。個人的に今年の内容は去年の福袋よりも圧倒的に良かったと思いました。去年は消費者のニーズにはあまり合っていないと感じるラインナップで、おまけにそこまで安くないというストレートに言えばがっかり福袋でした。逆に今年は種類を減らし、福袋っぽいお得な商品を厳選して出していたため好印象です。これでいいんだよこれでって感じでしたね。あまり期待していなかったということもあり、個人的には素晴らしいと思いました。ただ、現在原稿を書き始めて早2時間、台本を作成する傍ら、定期的にログインを試みているんですが、全くつながる気配はありません。もしもお目当てのものが購入できたら、開封動画で紹介するので、来年の動画も楽しみにお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。